こんにちは、コッパです。今回は後期型ファミコンの音声フローに焦点を当て、オシロスコープで音声信号を確認しながら基板上のテストポイントを調査しました。ファミコンで音が出ないと困っておられる方は参考にしていただけると幸いです。それでは始めましょう。ファミコンの音の発生源は CPU の1ピンと2ピンです。基板中央付近にある一番大きな IC の左下隅付近です。1ピンは BGM の視線率などに使われる区形波を出力します。オシロスコープで見てみましょう。テストにはゼビウスを使います。音のパターンが単調でいろいろな波形を観測しやすいので、音声のテストには都合がいいですね。スタート直後の BGM が1ピンから出力されています。常時鳴っているビッピロピッピロも1ピン担当です。B ボタンのザッパーは1ピン担当ですね。A ボタンのブラスターのボヨーンという音は1ピンの波形には出ていませんね。音が視覚化されるので面白いですね。次に2ピンを観測します。オープニングの BGM は2ピンの成分も含まれていますね。波形も三角のギザギザになりました。2ピンではベース音などの三角波や効果音のノイズ成分を作ります。A ボタンのブラスターの音はやはり2ピンで出力していました。このようにファミコンのピコピコ音は CPU の1ピンと2ピンで役割分担して作っています。回路図を確認します。よくネットで見かける回路図です。CPU の1ピンと2ピンの信号が抵抗を通って合流します。そして痛恨のマイクから出力された音声が合流します。この流れを基板で確認します。音声関係の電子部品は基板の左下に固まっています。回路図通りですね。マイク入力の経路もチェックします。マイクのテストをします。痛恨のマイクはよくトラブルを起こしますので、音声に異常がある場合は痛恨を接続せずにテストすると、本体側の異常かコントロール側の異常か切り分けができます。問題なしですね。合流直後の音声です。抵抗を通過して信号の振幅がかなり減衰しました。マイクの音声も合成されています。少し振幅を拡大します。合流した音声信号はカップリングコンデンサを通ってインバータの 40H368 に送られます。回路図では C2 となっていましたが基板を確認したところ C7 でした。CPU から出た信号が通る抵抗の近くにあります。回路図の基板の型番が分かりませんので前期型の回路図なのでしょうか。
カップリングコンデンサの前後で電圧の変化を確認します。オシロスコープを DC カップリングに切り替えます。カップリングコンデンサに入る前は 0V 付近ですね。カップリングコンデンサ後を観測します。電圧のベースが 2.5V ぐらいまで上がりました。コンデンサは大丈夫そうです。まず 40H368 の14ピンインバータの入力です。最初音声信号をどうして 40H368 に入れているのがさっぱり分かりませんでした。40H368 は本来コントローラーのボタン入力などを CPU に伝えるためのデジタル用ロジック IC です。これどうも反転バッファ回路の余りをアナログ音声アンプとして代用しているようですね。コストカットのためでしょうか。こういう使い方もあるんですね。40H368 の13ピンインバータの出力を見ます。振幅がかなり広がりました。調整します。波形もなんだかくっきりしましたね。きれいに増幅されました。インバータで増幅された音声信号はカートリッジの45ピンに入ります。拡張音源のあるカートリッジではカートリッジ内部で音声を追加されて46ピンから出力されます。音声信号をソフトベンダーに丸投げして好きにしてくださいっていうかなり思い切った設計ですよね。今では考えられません。裏から見て分かりにくいですが、ここが45ピンカートリッジへの入力です。上にランドが伸びている方が46ピンです。カートリッジからの出力です。拡張音源のソフトはどれもお高いですよね。これを使いましょう。この思い切った設計がソフトの価値を未だに失わせていないのが面白いところです。45ピンの音声信号を観測します。オープニングのエリカとサトルの部分は CPU で作られる音声、その後の BGM が拡張音源になります。入力には CPU の音声だけなので BGM の音声が出ていません。46ピンの出力を確認します。拡張音源の波形が出力されました。ピコピコ音とは違う複雑な波形ですね。最後に AV 出力の末端の波形を確認しましょう。テレビに入る直前の音声信号の波形です。カートリッジの中を音声信号が通りますので、端子が酸化したり汚れていると音声に異常が出ます。
端子の信号を遮断してテストしてみます。まず45ピンを遮断します。入力信号を遮断された場合、拡張音源を持たないソフトは音が完全に消えてしまいます。音がなくなりましたね。次に拡張音源のソフトを試します。CPU で作られる音声はなくなりましたが、拡張音源の部分の音声は出ました。次は46ピンを遮断します。カートリッジからの出口を塞ぎます。音がすべて消えました。このようにファミコンは本体だけではなく、ソフト側に問題があっても音声が出ません。音声が出ない場合はカートリッジの端子、裏側の真ん中あたりを掃除してみてください。音声に関係するコンデンサをまとめておきましょう。まず先ほど見たこのコンデンサ C7 ですね。こだわる人はよくここを音響用のコンデンサに交換されますね。回路図ではカートリッジの45ピンに入る直前に C8 コンデンサがありますが、回路を確認しましたが C8 はリセットスイッチのチャタリング防止用のコンデンサでした。他のセラコンもチェックしましたがそれらしいものはありませんでした。そして RF で出力する場合は金属ケースの中にも音声に関係するコンデンサがあります。 AV 化した場合はここは通りませんので交換不要です。こちらの C2 が音声のカップリングコンデンサです。こちらの C1 が映像のコンデンサです。これは音声に関係ありません。忘れてはいけません。痛コンの中にもマイクのコンデンサがあります。これですね。音声に問題がある場合は今の3箇所をチェックして交換してみてください。あと回路図を見て少し気になったのですが、カートリッジの45ピンに入る前の音声信号が拡張端子に出力されていました。おかしいなと思って回路を調べたところ、このように46ピンから出た後の拡張音源とミックスされた音声信号がちゃんと出力されていました。回路図と基板の配線が少し違うところがありますね。ご注意ください。痛コンのマイクから出力された音声信号は2つに分岐しています。1つは先ほど説明した CPU の音声信号と合流する方、そしてもう1つはインバータを通って CPU に送られます。ただのマイクではなくてCPU で音声入力があったことを認識できるんですよね。任天堂の遊び心があって面白い機能です。素敵です。しかし残念ながらソフトベンダーには受け入れられず、この機能を使ったゲームはほとんどありません。バンゲリングベイでテストします。友達の家で痛コンを取り合いしてマイクに向かってハドソン助けてって叫んだ記憶はあるのですが、どうなったのかさっぱり思い出せません。画面にマイクのマークが出ているので音声は認識していますね。 CPU は音が出ているか出ていないかしか識別していないので、声で叫んでも息を吹きかけても爪で叩いても結果は同じです。もう一度試します。思い出しました。これクソゲーでした。任天堂が作るゲーム機は独特の遊び心がありますよね。ファミコンの時代から一貫したものがあります。
拡張音源とマイク入力にその辺を感じることができました。新しい遊びの形を追求されているのでしょう。コッパさんの作業台ではこのような動画を作っています。チャンネル登録や高評価、コメントなどで応援していただけると大変嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。